こんな人生は嫌なのに、こうしか生きられなかったんです。なのに、周りに嫌われるというおまけまでついてきているんです。あなたがおかしかったわけではないのに、です。ただ一つおかしいことは、依存的で受け身の生き方をいつまでも続けていることです。自律的に生きる人は、自分の人生の目的に向かって生きることが大事だから、他人の言動をいちいち気にする必要がありません。だから多少のことでは傷つきません。さらにアダルトチルドレンからも抜け出しやすくなります。こんにちは、自分探しイズムです。私はアダルトチルドレンについての電子書籍作家で、現在のところ5冊中2冊でベストセラー1位を獲得しました。興味のある方は読んでみてください。概要欄にリンクを貼っておきます。HSP は傷つきやすいというのは有名なので、傷つきやすい人は自分は HSP だと思ってしまう人が多いように思います。でも HSP に限らずアダルトチルドレンだって傷つきやすいです。今日はアダルトチルドレンが傷つきやすい理由と対策を話します。アダルトチルドレンは人によりいろいろですが、傷つきやすい元を持っている人が多いです。自分にどのような傷つきやすい元があるのかがわかると対策が見えてきます。自分に当てはまるものはないか考えながら見てください。アダルトチルドレンが持ちやすい傷つきやすさの元一つ目は認知の歪みです。認知の歪みが傷つきやすくしています。認知の歪みも一つだけではなくて、いろいろな歪みがあります。例えば、アダルトチルドレンは、ありのままの自分は価値がない。私は迷惑な存在。このような認知の歪みがある人が多いです。これが心の深い部分にあれば、簡単に人の言動を誤解します。例を出すと、仕事でミスをして上司に報告をしたら、上司は嫌な顔をしたとします。この上司の嫌な顔は、その上司にも自分の上には上司がいるので、この上司は自分の上司から怒られると思い嫌な顔をしたとします。そうであったとしても、ありのままの自分は価値がない。私は迷惑な存在。という認知の歪みがある人は、このミスで絶対に上司は私を怒っているだろう、嫌うだろうと感じます。また、このケースが誤解ではなくて、上司が本当に怒ったとします。なんでそんなケアレスミスをするんだ、たるんでるぞと言われたとします。この言葉をこのような人は、ありのままの自分は価値がない、私は迷惑な存在という歪んだ認知を通して受け取るので、これがない人と比べるとはるかに傷つきます。その日だけではなく何日も傷つき続け、抑うつ状態になるかもしれません。傷つきやすい人ほど他人の言葉にビクビクします。ビクビクしていればいるほど誤解も増えるし、ちょっとしたことですぐに自分の存在そのものが否定されたかのように激しく傷つきます。アダルトチルドレンは他にもポジティブネガティブの天秤のバランスがおかしくて、自分にとっていい面は見なかったり軽視して、ネガティブ面だけを見るという認知の歪みを持っている人も多いです。世の中には自分にとって優しい人もいるし、生きていればいいこともあるし、楽しいこともあるけど、このような歪みのある人は、そっちは一切見ないで、自分に敵対している人だけを見たり、人生での悪い面ばかりを見るので傷つきやすくなります。それからアダルトチルドレンは完全じゃなければダメだという認知の歪みを持っている人も多いです。70達成できても満足するどころか100できていない自分を責めるんです。
もちろん傷つきやすくなります。また、べき思考をする人もいます。自分に対しては、自分はこうなるべきだ。他人に対しては、あの人は私をもっと丁寧に扱うべきだ。このような思考です。このような歪んだ思考があれば、そのようにならない時も多いので、傷つきやすくなります。認知の歪みは他にもありますが、詳しいことは認知の歪みの動画で話していますので、ここではこれぐらいにしておきます。2つ目の傷つきやすさのもとは、愛情飢餓の問題です。激しく愛を求めていればいるほど傷つきやすくなります。誰でも優しくされたいです。でも、愛情飢餓の人はその強度がすごいんです。優しくしてほしいという気持ちの強度が強ければ強い人ほど、優しくしてもらえなかった時には傷つきます。例えば、パートナーがずっとスマホをいじっているとします。愛を求めている人ほど傷つきます。また、完全な優しさをもらえるということはなかなかありません。50の優しさはもらえても、100の優しさはもらえることはなかなかありません。100を求めている人ほど傷つきやすいです。親から愛されなかった人は、本人は気づいていないけど、周りの人に100を求めているんです。親以外の人にも母性愛を求めています。そして、激しく愛を求めていると、ちょっとしたことですぐに不満になります。あるいは不安になります。そして、不満とか不安が強くなりすぎると、ちょっとした相手の言動を嫌いだからだと誤解しやすくなります。さっきの例で言えば、パートナーがずっとスマホをいじっていると、嫌いだからだと誤解するかもしれません。これは何もパートナーとの間のことに限ったことではありません。愛されずに育った人は気づいていないだけで、あらゆる人から愛を求めています。だから、例えば知らない人にメールを送って返事が来ないと怒ったりします。返事をもらってもその返事が短いということで傷つく人もいます。人間関係の距離感が遠い人であっても、自分だけはまるで小さい子供のように特別に丁寧に扱われないと傷つくんです。相手には相手の生活があります。相手は人間関係の距離感の遠い人を、つまり全ての人を自分の家族や恋人のように特別に丁寧に扱うことなどできません。特別に丁寧に扱わないだけで傷つかれていたら、傷つけないように離れることしかできません。このように激しく愛を求めすぎていると、周りの人は離れていってしまいます。だから余計に傷つきます。3つ目の傷つきやすさのもとは、受け身です。依存心が強く、受け身の人も傷つきやすいです。受け身の人は、不満でもその不満を自分で取り除こうとしないんです。その不満を誰かが取り除いてくれることを待っています。この時の心理状態を考えてみてください。不満がなくなることを夢見て、ニコニコしながら待っているわけではありません。早くなくなれ、早くなくなれ、お前が何とかしろ、お前のせいだと激しくイライラしながら待っています。でも自分の人生に起きる障害物は自分で取り除かないとなかなか消えるものではありません。不満や憎しみになっているということはその前に傷ついているんですが、受け身だと傷ついている状態を長期間維持します。そして傷つきやすい状態も維持します。それから依存心が強い人は
人に嫌われることが怖くなりすぎるので、人の期待や評価を重要視しすぎてしまいます。他者は自分の役に立った人を高評価し、役に立たなかった人を低評価します。人の期待や評価を重要視しすぎてしまう人は、相手の都合いいように操られて利用されるということです。実際、依存心が強い人は利用されています。自分を犠牲にして尽くしていれば、愛してもらえそうな気がしますが、実際は利用されるだけです。依存心が強い人は、利用されることによっても傷つきますが、その前に他者の評価を真に受けてしまうのも傷つきやすい原因です。4つ目の傷つきやすさのもとは、心の傷の問題です。アダルトチルドレンは小さい頃に心に傷ができている可能性が高いです。小さい頃にできた心の傷があると、日常生活の中でふとした拍子にその傷が刺激され、激しく傷つきやすくなります。例えば、小さい頃、一生懸命話しても、親に気持ちを理解してもらうどころか、無視されて育った人は、大人になってからも周りに無視されるのが怖くて、提案や発言ができないかもしれません。心に傷があるので、無視されるという行為が普通の人以上にダメージになるんです。あるいは、お前は何もわからないんだからあっちに行ってなさい。式に家族の中で相手にしてもらえなかったなどで心に傷がある人は、その傷を通して現実を受け取ります。例えば会社で、お前は会議に出ないでいい、などと言われたら、その言葉に悪意はなくても、激しく傷つくかもしれません。5つ目の傷つきやすさのもとは、劣等感です。心の底では、自分はひどく劣っていると思っている。でも、その自分を受け入れられなくて、俺は劣ってないぞ、すごいんだぞ、と心の中で猛反発している。このような状態は傷つきやすいです。つまり、自分にも周りにも高く評価されないとならない心理的必要性があるんです。心理的必要性があるということは、思考や言動を支配されるということです。つまり、脅迫的になってしまい、止められないということです。劣等感が強ければ強いほど、高く評価される必要性が出てきます。でも、高すぎる目標は達成できないことが多いです。脅迫的に必要にしているのに、達成できないのだから、ものすごく傷つくことになります。また、人から高く評価されることを求めすぎているので、逆に低く評価されると、普通の人以上に傷つきます。6つ目の傷つきやすさのもとは、人間関係の問題です。アダルトチルドレンは憎しみを抑圧していたり、周りを敵と感じていたり、相手側から物を見れないなどで人間関係がうまくいかない傾向にあります。これらの要素がある人は人が嫌いです。例えば、好きな人に、あなたは頭が悪いですね、と言われても普通は傷つきません。でも嫌いな人に、あなたは頭が悪いですね、と言われると傷つきます。このようなことから人が嫌いな人は傷つきやすくなります。さらに、ただ嫌いなだけではなくて、相手を敵と感じていたり、憎しみを抑圧していれば、その憎い人に嫌がらせをされたと感じるのだから、さらに傷つきます。また、アダルトチルドレンは相手側から物を見るのが苦手なので、
人の気持ちについてよく勘違いをします。嫌われていないのに嫌われたと感じやすいし、悪意でされたわけではないのに悪意でされたと勘違いしやすいです。これも傷つきやすくなる原因です。今、人が嫌いな人は傷つきやすいという例を出したので、ついでに言うと、自分が嫌いな人も傷つきやすいです。その自分が嫌いというフィルターを通して世界を感じるので傷つきやすくなるし、自分が自分を嫌いだとそれを相手に投影して相手に嫌われていると感じてしまいます。嫌われていると感じればそれだけで傷つきます。さらにそれだけではなく、すでに説明した通り、嫌いな人や敵と感じている人に何か嫌なことを言われれば余計に傷つきます。仮に相手はこちらを嫌っていなくても、嫌っているだろうと勘違いしていれば勝手に傷つきます。傷つきやすさのもとを見てきましたが、人と接してひどく傷つけば人が怖くなるので、傷つきやすさのもとは人が怖くなるもとともかぶっているものが多いです。課題ですが、人が怖いアダルトチルドレンという動画もいつか出す予定です。その時にまたこの辺の話をします。そしてこの6つの傷つきやすさのもとはどれもアダルトチルドレンが持ちやすい傾向です。だからアダルトチルドレンは傷つきやすいです。でも傷つきやすさのもとがなければ傷つかないということではありません。傷つきやすさのもとがなくても、また愛されて育った人でも傷つくことはあります。違うのは、同じことを経験しても、アダルトチルドレンは簡単に傷つき、さらにとても深く傷ついてしまうということです。そして立ち直るのにも時間がかかります。自分が傷つきやすさのもとを持っていることが分かったら、それを一つずつ解消していく努力を始めましょう。解消の仕方については個別の動画で話していますので、あるいはこれから作る動画でも話していきますので、ここではざっと話します。自分に当てはまるものがあったら個別の動画も参考にしてください。では自分にはありのままの自分は価値がない、私は迷惑な存在、このような認知の歪みがあると気づいた人は、どうして自分はそのような認知の歪みが生じたのか、どのような環境でどのような育ち方をしたのか探ってみましょう。このような環境でこのような育てられ方をしたのでこうなったのか、自分が悪かったわけではないということを理解してください。これは認知の歪みに限らず、どの傷つきやすさのもとについても言えることです。まず、自分に欠陥があったのではない、自分が悪かったのではないということを、ただ上辺だけで自分に言い聞かせるのではなくて、きちんとした自己分析、過去分析の中からその証拠を見つけてください。自分は悪くなかったということが腑に落ちたら、ありのままの自分を否定しない努力や自分にポジティブな声かけをする習慣をつける努力をしましょう。では次に、ポジティブネガティブの天秤のバランスがおかしくて自分にとっていい面は見なかったり軽視してネガティブな面だけを見る傾向があると気づいた人は、否定的な他人の評価やネガティブな出来事にばかり注目するのではなく、意識して自分に対して好意的な人やポジティブな出来事に目を向けるように努力をしましょう。また、ネガティブな出来事の中にも、探せばポジティブなことも多少はあるものです。例えば、勝負に負けたとします。でも負けたことにより自分の課題に気づけたということがあります。あるいは誰かと喧嘩をしたとします。
そんなネガティブな出来事の中からでも、自分の心の成長につながる気づきを発見できるかもしれません。そのような視点を育てましょう。それからこのような人は、これまでの人生でも成功体験をきちんと認識していない可能性が高いです。今からでも過去の成功体験を振り返って、きちんと成功体験として吟味しましょう。次に、小さい頃から十分に愛されて育っていない人は、心が成長できないので依存心が強くなるし、愛情飢餓になります。これだって自分が悪いわけではないということに気づいてください。そしてその証拠を子供時代を探って探してみてください。その証拠を見つけたら、自己蔑視をするのではなく、また自分では何もしないという受け身の姿勢でいるのでもなく、自分で自分を育て依存心を克服していく必要があります。受け身で待っているだけで自分で自分の不幸を改善しようとしない人は、他人の言動が気になりすぎてしまいます。そして受け身で自分では何もしないで文句だけを言っている状態というのは、あなたは悪くありませんが、ちょっときつく言ってしまうと、私の欲求は完全に満たされて当たり前だ。もし満たされないことがあれば、それはあなたが悪いからだ。と、自分では何もしないでおきながら、周りを責めているんです。これは周りに甘えているということです。だから、このような人はよく周りに嫌われます。このように愛情欲求が強すぎると甘えるし、傷つきやすくもなるし、嫌われやすくもなります。でも、自分が愛情欲求が強すぎて甘えているとはなかなか気づきません。気づいていないから防ぎようがないんです。まず、愛情欲求が強いなら強いと意識しましょう。自分では何もしないで文句だけを言っている状態は、体力的には楽でも、心理的には決して楽な状態ではなくて、ひどく傷つき続けている状態です。とても苦しいし消耗します。こんな人生は嫌なのに、こうしか生きられなかったんです。なのに、周りに嫌われるというおまけまでついてきているんです。あなたがおかしかったわけではないのに、です。ただ一つおかしいことは、依存的で受け身の生き方をいつまでも続けていることです。自律的に生きる人は、自分の人生の目的に向かって生きることが大事だから、他人の言動をいちいち気にする必要がありません。だから多少のことでは傷つきません。さらにアダルトチルドレンからも抜け出しやすくなります。今からでも自分の人生における障害物は自分で取り除こうとする人、他人の顔色ではなく自分のこうしたいで生きる人を目指しましょう。そのためには自分の人生の目的を作り、他人の顔色より自分の気持ちや自分の目的を選択する努力が必要です。愛情飢餓や依存心は急には克服できません。それまでは傷つきやすいです。それがありのままの自分です。まずは傷つきやすいなら傷つきやすいで、その自分を受け入れましょう。そして他人に批判的な評価をされても、他人の評価は自分の価値とは関係ないということを忘れないようにしておきましょう。次に、いつも同じようなことでひどく傷つく人は、自分の根っこにある心の傷を探しましょう。例えば、いつも疎外感を感じて傷つくのであれば、小さい頃に家族の中で疎外感を感じていないか点検してみてください。根っこが分かったら、その過去の傷を癒すように心がけましょう。
問題は目の前の出来事ではなくて、小さい頃の出来事ということが案外多いです。次に、劣等感や完全主義やべき思考があると気づいたら、人間は完全じゃないのがノーマル、完全じゃなくてもいいんだと何度も何度も自分に言い聞かせましょう。そして大きな成功だけを望むのではなく、小さな成功の中にある価値を探しましょう。次に、人間関係がうまくいかないという傷つきやすい元がある人は、信頼できる人を作る努力が必要です。信頼できる人ができれば、その人に話すことにより、傷ついた時でも心理的ダメージを軽減してもらえます。アダルトチルドレンは、信頼できる人などできないと思い込んでいる人が多いですが、一人だけでも十分です。一人信頼できる人が作れればだいぶ楽になります。それから傷つきやすいのは自分の問題でもあるけど、相手の問題でもあります。周りは敵という認知の歪みがある人や、憎しみを抑圧しているような人はこちらを傷つけます。そのような人からは離れましょう。また、自分自身に周りは敵という認知の歪みがないか、あるいは憎しみを抑圧していないか、自分を点検することも大切です。自分自身が周りは敵という認知の歪みや憎しみがあっても傷つきやすくなるので、それがあるならそれを解消していく努力が必要です。では、ポイントを振り返ります。一般的に認知の歪みがある人、愛情飢餓で欲しい欲しいが強い人、依存心が強く受け身の人、心に傷がある人、病的な劣等感がある人、人間関係がうまくいっていない人、このような人は傷つきやすいです。つまりアダルトチルドレンは傷つきやすいです。まず自分にはどのような傷つきやすさのもとがあるのかを知って、自分に当てはまるものがあるのであれば、それを一つずつ解消していく努力をしましょう。それぞれの特徴の個別の対策などは別の動画で話しています。個別の関連動画や再生リストは概要欄にリンクを貼っておきます。傷つきやすさのもとがある人は、歪みや誤解で傷つくことが多いです。例えば電話で話している時に早々にじゃあまたねと電話を切られたとします。すると、私を嫌いなんだと勘違いして傷つくかもしれません。相手はあなたを嫌いなのではなくて、長電話が嫌いなのかもしれません。あるいはスマホの電池の残量が気になっていたのかもしれません。他にもただ単に用事があったのかもしれません。理由はいくらでも考えられますが、傷つきやすさの元がある人はいつも同じような間違った解釈をします。現実を現実通りに解釈できるようになる必要があります。また、傷つきやすさに限らず、アダルトチルドレンにとっては自己肯定感を高めることがとても重要です。自己肯定感が高まると、それだけでいくつかの傷つきやすさの元は消え、誤解で傷つくことが減ります。また、自己肯定感が高くなると、傷ついても傷つく度合いが小さくなります。自分が自分を受け入れているのだから、他人が自分を批判してもそれほどダメージになりません。多くのアダルトチルドレンは地獄の人生を生きていますが、自己肯定感が高まれば人生はだいぶ楽になります。同じように自分の人生を生きられるようになると人生はだいぶ楽になります。他人が何をしようと他人のことはそれほど気にならなくなるからです。自分の人生を生きている人は、こちらに迷惑をかける困った他人に関わっているより、
自分は自分の人生を生きようと思えます。では、すぐにできることですが、すぐにできることのコーナーは最近始めたのですが、一番最後にその日話した内容の中で、すぐにできることを考えてから終わることにしています。今日の内容のすぐにできることは、今までの人生で傷ついたことをノートに書いてみることです。普通は傷つくと怒りも生まれます。そこで怒りばかりに意識がいって傷ついているということに気づかないかもしれません。激しく怒りになったこともその前に自分は傷ついたのではないか。だから怒りになったのではないかと考えてみてください。そしてノートに何個も書いたらその中から自分の傷つきやすさの元を探してみてください。例えばさっき例に出した電話していたのに早々にじゃあまたねと電話を切られ私を嫌いなんだと思い傷ついたとノートに書いたとします。この中にある自分の傷つきやすさの元とは一つだけとは限りません。人によって違いますが、私は迷惑な存在という認知の歪みがあってそのように感じる人もいれば、愛情飢餓で愛されたい、構ってほしいが強すぎてそのように感じる人もいれば、病的に依存心が強くてそのように感じる人もいれば、心に傷があってそのように感じる人もいれば、人間関係がうまくいっていなくてそのように感じる人もいれば、認知の歪みと愛情飢餓と依存心と心の傷などを合わせ持っていてそのように感じる人もいます。傷つきやすさのもとを合わせ持っている人は多いです。まずは自分にはどのような傷つきやすさのもとがあるのかを突き止めましょう。突き止めたら忘れないようにしましょう。そして傷ついた時に自分はあれとあれとあれの傷つきやすさの元があるから誤解して傷ついているかもしれないし、現実より深く傷ついているかもしれないと考えてみるようにしましょう。はい、ここまでにします。いつも最後まで見てくださる方、高評価をくださる方、応援してくださる方、ありがとうございます。感謝しております。今日も最後までご視聴ありがとうございました。では仲間の皆さん、よかったら高評価、チャンネル登録をよろしくお願いいたします。バイバイ。